よイケメンでござる。よよよイケメンです。なんか寒くなってきたやん。今回は日本語の教科書について話したいと思います。っていうより、教材とかテキストとかについて、この動画を、撮影させていただきます。私、日本語を主に2年勉強しているんですけれども、いろんな教科書を、使いながら勉強してきたのです。教科書をティア表を作ったのです。で、今回はこのティアリストを紹介したいと思います。で、さっさと行きましょう。自分でやったことのある教科書を3つの項目に分けられました。1つ目は、手頃さ、あるいは、入手できるかどうかっていうような項目です。もっと詳しく言えば、その、値段とか、そして日本でよく売られていますかとか、そして人気のあるのかっていうような項目です。なぜかっていうと、人気のある教科書だったら、日本でよく発行されるわけです。在庫切れだとしても、来週とか来月とか、また、納品されます。ですので、よく売られてて、で、買うことのできる教科書で。二つ目は、説明、あるいは解説。それは、教科書の内容に頼って日本語を勉強してて、そしてまた、その、教科書の日本語を、使いようとしてて、で、間違えたらちょっと気まずくないっていう風に、よく私も思ってるんですけれども、その、教科書の内容、説明、解説は大事なのです。一番大事なのはその理解度とか、納得いくかどうかのような、説明があったら、根節丁寧に説明されているんでしょうかっていう科目なんです。三つ目、表記されている問題の難易度。具体的には、簡単すぎるだとちょっと退屈だなっていう風に、よく思いがち。で、逆に、すごく難しいだと、説明もついてないし、何もわからなくて、その教科書は何だとっていう思うのは無理はないです。そので、その、問題の難易度も大事なのです。で、この3つの項目を踏まえた上で、このリストを作ったのです。で、リストの内容を紹介します。1つ目、D ティア。D ティアには、その教科書は簡単すぎて説明しないし、この教科書をやっても、上達しないっていうような教科書は、ただの時間の無駄とお金の無駄だっていうような教科書は、その D ティアに、あります。次は C ティア。C ティアには、時間には余裕があったらとか、時間は余ったら、この教科書をやってもいいんだけど、そんなにおすすめしないなっていうような教科書は C ティアにあります。B ティア。B ティアは、その、典型的なドリル、問題に慣れていくための教科書、教材、練習のテキストとして使えるやつ、B リストに含まれています。で、A ティアは、その、B と同じようにドリルなんですけれども、ドリルの上に構成とか良い、そして説明とかいい、解説がついてるとか、仕組みのあるドリルは ATA にあります。すごくおすすめしたい。やってほしい教科書なのです。そしてこの教科書は便利だと、この教科書をやったら、この、例えば N1 の教科書だと、N1 のほぼ 90% の、内容をこの教科書で、カバーする。じゃあ、行きましょう。7分ですよ。で、最初には、その、日本語学校でよく使われている教科書の何冊を紹介します。で、1冊目。その教科書は、みんなの日本語終わった後、すぐやる教科書なんですけれども、構成だとトピックに分かられている、その、テキストがあって、読解問題だと言えるかな。その読解があってて、その読解を読んで、そしてその後、その読解の中の、文法、文系を説明したりして、
その後は、まあ、単語リストもついてるし、その新しい、このトピックの新しい単語とかっていうように、で、その後は文法の説明、そして文法の後は、問題だと、次々、出てくるというような教材で、まず、この教科書の大きなデメリットは、問題のパターンは繰り返す。パターンの同質言えるかな、言い換えると、問題はみんな同じ。全部同じ。そので、まあ、だんだんやると、やる気がなくなるのは、退屈なのだっていう理由があるからです。そして、問題は、例えば、まあ、自分の国について書いてくださいとか、それは例えば、まあ、こっちは想像力のなかったのは、N3 の時はさ。で、この教科書をやるのは、まず、日本語の問題じゃなくて、まあ、自分の想像力に問題があるなので、あんまり成長したっていうのは、まあ、感じたことない、その教科書のデメリットだと、私が思います。でもさ、文法の説明はすごくよく書かれてあるんで、英語の翻訳もついてるし、英語の話せる人の英語のネイティブにはすごく適切だと、まあ、言えるので、ですので、よく日本語学校で使われている教材でございます。その教科書は CATA に当てはまるんです。その教科書のもう一個のメリットとしては、単語の問題、語彙の問題があるっていうようなことは、その教科書のメリットでございます。上級で学ぶ日本語。この教科書は、まあ、N2、N1 のレベルに相当すると、まあ、個人的にこう感じたことがあるんですけれども、すごく感動したのは、読解問題の難易度がすごく高い。で、私、その時は N2 の N1 のレベルに相当しましたが、たまにこの内容がわからなくて、語彙わかっても、書かれていることには納得できない、理解できないっていう風に思えるのはすごく難易度が高いなのです。そしてこの教科書にはなんていう問題の別冊がついてるのは、なんていう、同時に読んでて問題をやるのは、すごく、いい教科書だと思います。単語の笑い値とかもすごくよく使われている表現とか、そして古い小説っぽいこういう表現もあるのです。その教科書は CTA に入れようと思いましたが、でも何かがある。そので、BTA に、入れようと私が思ったんです。でもすごくデメリットだったのは、またその同じような、問題は単調です。筆者は何が言いたいのですかとか、筆者の言ってることになんとかなんとかの意味があるのですかとかっていうような、問題はすごく、めんどくさいなっていう思えちゃう。レベルアップトレーニング文法 N1。その教科書は G ティアに入れたいです。なぜかっていうと、問題の難易度はすごく簡単で、説明もあんまりついてないし、単語も、その教科書は文法の教科書なんですけれども、テキストの内容はそんなに難しくないし、N1 レベルじゃないと私が思う。N1 の教科書をやったんやけど、N1 だと思えないです。いくら頑張ってもそれ思えないです。ので、この教科書は時間の無駄だったと、すごく今までも思い知ったっていう風に言えば過言ではないと思います。じゃあ次に、これ一冊。この教科書はすごくいいなんです。でも、日本語学校で使われているので、その教科書の説明とか全部は略して、でも自分で買って自分でこの教科書で、勉強すると、すごく説明は多いんです。そして、なんていうコツとか、方法、手法、いろんなことが書かれてて、全部簡潔に説明されているのは、すごくいいと思います。そして、問題の難しさも、N1 の教科書は、N1 だと、すごく、分かったっていう、感じる、その難しさを。自分の勉強だと、すごくいい教科書。ですので、ATA に入れたいのです。解説もついてるし、問題の説明、構成、そしていろんな、読解、文法、語彙、
とか聴解、全部その4つの項目を全部やれるっていうような教科書なのです。すごくそして人気もあるし、どこでも買えるし、おすすめ。で、次に、漢字マスター。この教科書はちょっと意外なんですけれども、N4 から N1 までの漢字マスター全部やったことがありますが、ですので N4 のやつもちょっと、検討、させていただきますが、N4 と N3 の教科書はすごく良かったと思いまして、でも N2 から N1 の教科書には問題は略されています。ですので、N1 のやつには問題は全然ない。全部は説明だと。ですので、この教科書は例えばその暗記デックの掘り出し物として掘り出し物の源としても使えるんで、N4 と N3 のやつはすごく問題も多かったし、便利だと思って、いろんな漢字を勉強することができて、よく日本語学校でも使われているので、ぜひぜひやってみてくださいと言いたいんですが、BTA に当てはまるんです。でも N1 のやつだと、CTA に入れたいのです。新幹線マスターは私の一番好きな教科書なのです。STA にすぐ発言できます。構成も良い。説明もいい。問題の難易度も高い。得られる情報も豊かです。ですので、ぜひぜひこの教科書をやっていれば、どんなレベルでも突破できると保証します。でも、ちょっとしたことがあるんですけれども、その N3 と N2 のレベルの教科書の違いのは、その N3 にはまだ英語の説明がついてるんですけれども、N2 と N1 には説明がついてないのです。ですので、その N3 からの N2 の切り替えには、そのすぐ母国の翻訳に頼ってたんだけど、すぐ日本語の説明に、切り替える人は少ないんで、新幹線のマスター N3 の後はよく別の教科書をやってるっていう人もいるなんです。でも自分に自信がある。日本語で説明でもわかりますっていう、理解できますっていうような自信があれば、ぜひやってください。その教科書はすごくいいんです。そして個人的に言えば、その、一記憶、聞いたことがあると思いますが、例えば試験の時はさ、正しい答えは覚えてないんですけど、でも、正しい答えはやっぱり、このページに、この右下の隅っこに書かれてあったっていう風に、一記憶でございます。ですので、その、新幹線マスターの構成は、例えば、その文法をページに表記されてて、ですので、例えば、この文法は右上とか右下、左上、左下っていうように、一記憶がついているのです。思い出すには、遡るには、すごく、こっちは何回でも頼ったことがありますので、皆さんもやってみてください。次だと、トライ。トライはすごくいいんです。読解問題もついてるし、GLPT のようなやつ、練習問題も、模擬みたいな問題もあるんで、聴解、語彙、文法、5つの部分を成長させることは可能でございます。変な日本語でできちゃって。だとしたら、すごく、やばいデメリットは、難易度は中である。ですので、たまにその問題は、ちょっとつまんないなっていう思ったことがあるんやけど、ですので、CTA じゃなくて AT に入れたいんです。でも、説明も英語で書かれているのは、例えば、N3 の新幹線マスター終わって、じゃあまた英語に頼っているっていう風に思ってて、じゃあ、トライ N2 やってやろうっていうような人は、こっちは同じようにやりましたので、こうやったら、成果が出ると思います。いくら数えてももう忘れちゃったんで、じゃあ次、総まとめ。総まとめやばいですね。総まとめは、いい教科書と言いたいんですが、言いづらいんで、ちょっと困っていますね。なぜかっていうと、総まとめは3つか4つの言語で、発行されているので、例えばさ、単語があって、隣に翻訳がついてるでしょで、3つか4つの言語で
ベトナム語、韓国語、日本語、で、英語、で、もう一個が中国語もついてる。で、その情報量はすごくいっぱいなんです。ですので、例えばこっちは、英語以外は、その別の言語はどうでもいいんやけど、こう見たら、すぐ必要とされている情報は得られないんです。中国語、ベトナム語、韓国語を話せないんで、この書かれている情報は邪魔なのです。すごく紛らわしいっていう風に思えちゃう。そして、一つのトピックにある情報の量はすっごく多すぎだと。ですので、この教科書は、例えば、すでに N1 とか N2 の内容が分かってて、でも復習したいっていう、また、習いたいっていう、自分の試したいっていうように、思ってる人にとってはその教科書はいいと思いますが、でも、例えば N1、N2 の内容が分からなくて、で、初めての教科書として、そうまとめは、おすすめできないなんです。なぜかというと、すごく困るのです。その情報量バーって出てきて、自分では、手こずる、使いこなすことができないなっていうような状態に陥って、どうしようもないなっていう風に思えるぐらいなんです。でもさ、同じように、掘り出し物の源としても、扱っても大丈夫だと思います。いろんな語彙もついてるんで、そして問題の難易度も高い、ちょっと上。高いの1個前と、中の1個上、その真ん中のレベルだと思います。5点満点だと、4点か3.5、そのぐらい。次、20日で合格。その教科書は B に入れたいんです。問題の難易度は高いと思いますが、解説とか全然ついてないし、説明もついてないし、ただの練習の教科書として使っても良いと思います。そして時間には余裕ないっていう人は、もうすぐ試験だ、あとは2週間しか残ってないなっていうような人にとってはいい教科書だと思います。そしてそんなに高くないし、安いとも言えないけど、そんなに時間を使いたくないっていうような人はいいと思います。次、日本語パワードリル。22日で合格という教科書と同じように、ただのドリルだと、でも、このドリルと違っているとこは、問題の構成で、ただの問題だけでなく、言葉とか上司とか、そんなに覚えてないけど、でも、ただのテストじゃなくて、言葉を入れる問題もあるのは、ただのドリルじゃなくて、もっと良い。そして解説がついてると、うる覚えがあるんですので、ATA に相当します。次に N1 スピードマスター。N2 とかもスピードマスター。合格日本語能力試験問題集。ただの問題集だと、解説とか説明もついてると覚えてますが、記憶があって、でも1年前、1年前やってたんだけど、よく覚えてないですので、あんまりこの書かれてる説明はよくわからなくて、頼ったことのないので、習慣的に言えば ATA なんだけど、客観的に言えば BTA に相当します。次は、キクタン日本語。キクタン日本語は、説明も良いし、問題の難易度も高いんで、ATA に入れたいんで、でもそんなに手頃の教科書だと言えないかな。たまに在庫切れ、日本にいない人にとっては辛いかも。次、パターン別徹底。パターン別徹底、S ティア。なぜかっていうと、説明は日本語で書かれている。問題の難易度も高い。そして、GLPT の全部の内容をカバーできる。コスパのいい教科書だと言えます。そして、訂正版もさっき出たと、見たことがあるんですので、ぜひ、本屋さんにいたら、すぐ目につくと思います。そして、その教科書の一番、大メリットだと感じたのは、問題があって、問題の回答は、すぐ、その下にある。次のページ。多くの教科書は、その回答とか解説は、その教科書の最後にあるんでしょ。あるいは別冊。でも、例えば、
この問題やってて、解説見てて、回答見てて、ああ、自分の間違いだと照らし合わせることができる。ですので、すごく便利だと。なんか使いこなせる。誰でも使いこなせる。だと保証します。そして説明も簡潔で簡単。すごく根節丁寧に書かれている。ですので、S ティアに入れたいと思います。次、新日本語500問総まとめの別の本になっていますが、ですけど、この本の方は、オリジナル総まとめより、この本の方はおすすめします。なぜかっていうと、ちっちゃいながらも、いろんな、その3つの問題がついてて、例えばさ、総まとめだと科目別に教科書が分けられているので、それで文法とか語彙とか聴解とか読解の別々買わないとセットにならないのです。でも、この500問のやつをなんか1個買ってて、文字、語彙、文法も3つがついてるのは、すごく時間とお金の節約になります。そして、その総まとめの大問題だったのは、情報量がすごいっていうことだったんで、500のやつは、全部は根拠に書かれてるのは簡単に把握できるような、仕組みだとっていうなんか風に思ったんで、こっちの方はおすすめです。個人的に言えば ATA に相当します。次、ドリル。日本語能力試験。この教科書はただのドリルなんですけれども、でも、すごくメリットだと思ってるのは、その解説はすっごく細かく書かれてるの。よくあるのは、その教科書に解説があるんやけど、でもなんか、一文とか一言しかないし、でもこっちの方は、全部細かくまで書かれてるのは、すごく、なんていう、望ましいことだ。ですので、この教科書は ATA に入れたいのです。ただのドリルだと、問題の、練習とかやってて、解説を見ながら、やっても、いい教科書だと思います。次、短期マスター。短く言うと、ただのドリル、個人的には、感覚から見ると。次、日本語の森。日本語の森だとちょっと CTA に入れたいんです。なぜかっていうと、問題は簡単すぎる。でも、説明はよく書かれてるのは、すごく理解度が高い。理解しやすいっていうように書かれてるのは、すごくいいと思いますので、でも、簡単すぎて、途中でつまらなくなってて、N2 と N1 のやつやったんやけど、N3 やってみようかなと思って、途中でやめたのです。もう、なんか、手いっぱいっていう感じ。次、とりあえず日本語能力試験対策。このシリーズを全部買って2週間で N1 の勉強ができて、2週間で N2 合格できたのは、すごくいい教科書だと思いますし、解説はついてるんやけど、ちっちゃいしかないし、ただの練習だといい教科書だと思います。そして、問題の新しさも、なんていう、最新問題がついてるのは、すごくいいと思って、そんなに分厚くないし、その3つの教科書買ってて、値段も高くないし、3つの教科書で、なんか3000に至らなかったと思います。ですので、この教科書は、またなんていう、習慣的に言えば、ただのドリルに過ぎませんが、個人的に言えば個人的な経験からすると、A レベルに入れたいのです。コメント欄で、俺をバリ雑言にやっても構わんな。次、EG のやつなんですけど、ちの教科書も入れたいんで、日本語、記述読解、日本語留学試験実践問題集、全10回、EG をやりたい人にとっては、そしてN1 受ける人にとっては、その、問題の難易度も高いし、読解の、なんていう、抜擢いるかな、選抜はよくできてると思います。そして、この本、一冊買って、すごく成長できたと、個人的にこう感じているんですけど、でも、解説もついてるんやけど、でもたまにこの解説読んでも意味わからんっていうように思ったことがあるので、BTA に入れたいです。次、日本語能力試験ベスト模試。この教科書あんまりなんか記憶はないけど、でもなんかやっぱりやったことがあると気がする。だから BTA に行ってください。ただのデリルに過ぎませんと思います。残ったやつはないかな。この動画もうやばくて、もう40分になったのは、この動画も長くなったので、
パートに分けたいと思います。ですので、この動画は100いいねを、Блядь, как это сказать на японском? 100いいねをたどると、100いいねできたら、次のパーツ2を紹介します。イケメンでした。日本語の博士。また今度。ほっほっほ。最後まで見てくれたのはあなたが、あなたは、あなたが選ばれたのです。俺のテレグラムチャンネル誘いたいと思います。勧誘したい。ですので、この QR コードをスキャンしろってめ。この QR コードをスキャンしてください。そして、本当に日本語を学びたいなら、こっちの QR コードをスキャンして、俺たちのディスコードサイトに入りなさい。ロシア人が多くにいますが、頑張ってください。